ちょっと置いとくと出てくるんかな。おお、出てきた、出てきたよ。ぬるって出てきた今。おえ、今日は河口のポイントにやってきました。今シーズンうなぎ釣りは初めてです。今までうなぎは数はねたくさん釣ったことがあるんですが、大きいのを釣ったことがありません。とにかく今回は大きいうなぎ、うなこんだを目指して頑張りたいと思います。はい、餌は稚鮎、青い染めも1杯買ってきました。ここは初めてのポイントです。昨日まで雨が降っていたので水かさもいい感じに増えています。そして濁りもね入ってます。こういう日はねうなぎが釣れるんじゃないかと思います。今当たってたよ、左。ほら当たってる。稚鮎ですね。なんか稚鮎に当たりが来てた。ほら、おお、当たってるっしょこれ。おい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 。ほおっ、あー、なんか入られてるぞどっかに。出てこーい。目の前がね結構カキ殻地帯なのでそこに入られちゃったみたいですね。ちょっと置いとくと出てくるんかな。おお、出てきた、出てきたよ。ぬるって出てきた今。おおおお、え、あ、何これでかっ、でっかくない？スポーンって出てきました。ハゼでかっ。こんな大きいハゼ釣ったことないかも。でっかすぎない？普通のマハゼ？これ何ハゼ？これファーストフィッシュ。やったーよし、ではではこの子はとりあえずここに入れとこう。あ、生きてる生きてる、よかった。よいしょ。すん、あんまり飛ばすと引っかかっちゃうから手前。よいしょ。今日は竿は3本出してます。どれかにうなぎが来てくれるといいんだけどな。あ、なんか来てるわ、あっち。よし。え、あ、草か。草が引っ張ってただけか。虫は無事です。あ、当たってる当たってる当たってるえ、あれ、草か。草だな。なんか全部当たりに見えるんだけど草かもしれん。あ、何お草が雨の後の日なんで上層にゴミが浮いてるんですね。今日はちょっとやりづらいかもしれないな。何なんか来た、なんか来た。おなんか来たよ、なんか来た。おお、久しぶり。そうか、河口だからこの子もいるんですね。可愛いサイズです。もうあと40センチぐらい大きくなってから会おう。バイバーイありがとう。これは草か。お、めちゃくちゃかじられてます。生命反応はある。ただ草も多い。あ、来てる、来てた来てた来てた。お、ちょっと重い。おなになに、お
おい、来たよ、マジで来たよ。でもサイズは特大とはいかないけど、やっと今季初ですね。でももっと大きいのもいるはずなんで、もう少し続けてみます。わあ、本当に来た、嬉しいあ、なんかいる、なんかいる、あれ、なんかちょっと重みあるよ。今ね、何の当たりもないから回収しようと思ってたところなんですけど、おお、これなんか重い。お、来た、お、来たお、うなぎ来た。ちょっと待って、違う、アナゴです。アナゴ、違うやつ、似てるけど点々がありますよね。違うやつ来ました、びっくりうなぎやアナゴは釣れたんですけれども、大きいのはちょっとねいませんでしたね。なので、もう一日新しいポイントで竿を出してみます。あ、かわいい、いたねよいしょ、来たお、なんかいる、おなんかいるよ、来たんじゃないこれ、よいしょ、でかい来ましたね、おっきい太いです、うなぎ、やった嬉しい。いや、正直ね、初めてのポイントだったんで、いるかどうか全然わからなくて、なかなか当たりもなかったんですが、やっと来てくれましたやったー、場所替えしてよかったです。このポイントではね、結構大きいのいるんだな。よっしゃー、餌はね、稚鮎でした。やったーよいしょ、はい、ここいてね、すぐお水入れてあげるね。うなコンだとまではいかないけど、それなりのサイズのいいうなぎが釣れました。やったよ嬉しい。すーちゃん、ただいま、おいですーちゃん、ただいま、いい子にしてたみけうなぎちゃんにゃ今回の戦利品はうなぎ、アナゴ、ハゼです。うなぎとハゼは釣って2日間泥抜きしました。約 400g、 立派なサイズです。この時期になると釣りたくなる、みんなが大好きな魚ですね。ちなみに初日に釣れた小さい方はリリースしてきました。そしてアナゴです。うなぎに似てますけど、ここにね点々があります。違う魚です。アナゴは海水でしか生きられないので、すでに締めてあります。ハゼは X の方で視聴者さんに聞いたところ、ウロハゼということが判明しました。マハゼより一回り大きいので食べ応えがありそうです。うなぎは今仮死状態になってます。30分ぐらい冷凍庫に入れてます。動き回る前に早速さばいていきたいと思います。よし、私はね、内臓を傷つけないから背開きの方が好きなので、そっちでいきますね。内臓が取れたら骨を取っていきます。あ、動いてきた。やばい、すごい生命力です。ヒレ切るときはキッチンバサミ使うと楽ですよ。こんな感じですね。なんかね、切った時ギザギザになっちゃったなと思っても、焼けば綺麗になるので大丈夫だと思います。3等分ぐらいに切っときます。そしたら串を刺していきます。これが結構技術がいるんだ。よいしょよいしょ、 OK。 こんな感じでクリンクリンと、はい、 OK です。アナゴも同じようにさばいて頭だけ取っておく。3等分にしとくか。ハゼは鱗を取って
頭を落として身を下ろしておく。気になる骨だけ取っておきます。はい、炉端焼き器。本当は外で七輪を使って焼きたかったんですけれども、あいにく雨が降っています。なのでこれを使って焼いていきます。くっつかないように油を敷いて、じゃーん。おー、びっくりした火が迎えに来た。うなぎを皮面から焼いていく。ほいいいんじゃないですか。何回かね繰り返し両面焼いていきますね。あー、いい匂い。めちゃくちゃいい匂いするこれは匂いだけでご飯食べたいわ。そろそろ両面とも、おー、いい焼き色だ美味しそうだ。串を取り外します。熱いんで気をつけよう。よいしょ。それ、お鍋の中にすき焼きのタレとお水を入れて火にかけます。沸騰してきたら穴子とうなぎを入れて出てくるアクを取る。うなぎはそろそろ取り出して、穴子がくるんくるんになってる。これは予想外だ。しもた。一回焼いてしっかり形を作ってから煮た方が良かったのかなこのタレをですね、煮詰めます。よし。そしたら今度は天ぷらの衣をつけたハゼ、油で揚げていきます。はい、カリッと揚がったら引き上げます。蒸らしておいたお米、よいしょふっくら炊けてます。すし酢混ぜていく。ご飯がもったりしてきたら OK。 出ました寿司型です。これはね、簡単ですごくいいんだよ。ご飯を入れたら蓋をして振ります。これで固める感じだね。よいしょほら、仕切りができてます。そしたらですね、綺麗な手に、おい穴子を乗せる。おー、ちょうどいいサイズでした。海苔を巻きます。最初くるんってなった時はどうなることかと思ったけど、おー、いいですね。ぽいぽいお皿に、米がよ、ちょっと握り直す。キュッキュッキュッ、乗せる。おし穴子をもう一つ OK でしょそしたら今度はうなぎ。うわー、贅沢。このままいきます。はい、よし。煮詰めたタレをかける。こんな感じでできました。穴子ハゼうなぎ寿司完成です。煮穴子と天ぷら、うなぎはしっかりと焼き色をつけました。色はね、全体的に茶色いんですけれども、味は間違いないと思います。食べるの楽しみです。ナス斜めに切る。お水に浸しておきます。ピーマン食べやすく切っておく。パプリカ彩りが綺麗なんでこれも切っておきます。豚バラスライス食べやすい大きさに切っておきます。すき焼きのタレなじませておきます。油を敷いてナスを入れる。豚肉とピーマン、パプリカを加えて炒めます。豚肉から出る油をナスが吸って美味しくなります。味噌、お砂糖を加えます。しっかりと混ぜます。よし、 OK。 器に盛り付けてできました。ナスとピーマンの豚味噌炒め完成です。私も夏によく作る料理です。味噌のコクとお砂糖の甘さでご飯のおかずにもお酒のお供にも最高な一品です。お水の中にうなぎの骨を入れて出汁を取っておく。アクも丁寧に取ってしばらくしたら火を止める。うわ、何この色。うなぎの骨から出た出汁だけでこんなに色づきました。お椀の中に、はい、長谷園の松茸お吸い物入れまして、焼いたうなぎを入れまして、出汁をたっぷり注ぎます。うわー、美味しそう。肝も入れてできました。うなぎのお吸い物完成です。じっくり焼いたうなぎと骨から取った出汁で旨味がたっぷり入ってると思います。薬味を切りますね。みょうがと
しそと生姜はすりおろしておくお豆腐のせて薬味たっぷり冷ややっこ完成です。はーい、すーちゃんにおやつあげましょう。うなぎは食べられないからね。チャオスティックマグロ味です。すーちゃんね、アレルギーがありまして、カツオとささみが食べられないんですよ。マグロ大好きだもんね。あ、噛んでるよ。噛んでる。あららら。そんなお腹空いてたのか。ごめんよ。あ、ちょっと食べられないよ。美味しいかい？そんな喜んでくれてよかった。こぼさず食べてね、綺麗に。お願いね。おしまい。もうないです。ごちそうさまです。はい、完成しました。すごい美味しそうです。早速いただきたいところなんですが、皆さん乾杯をお待ちじゃないですか？今回はこちら、伊勢門さんの新作ビール、本格 IPA。あ、飛んだ、ちょっと。お、いい感じ、いい感じ。おい、上手だ。完璧じゃないこれ。お待たせしました。乾杯。これめっちゃ美味しい。まずすっごく飲みやすい。苦味も少しマイルドかもしれないですね。重くないんだけどコクもしっかりあるビールでめっちゃ美味しいです。これわあまた買います絶対。よし、それじゃあいただきますか。まずは穴子のお寿司から。わこすれるそう。こっちか、こっち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 行くか。もうちょっと待って上手に取らないと。穴子のお寿司自分で作ったの初めて。いただきます。うまい。お寿司屋さんで食べる味。それよりも穴子の風味とか味がちょっと濃い気がします。身質はお寿司屋さんで食べるよりもギュッとしてます。これは調理法の問題なのか、それとも野生だからかちょっとわかんないんですけれども、めちゃくちゃうまいよ。よし、そしたらウロハゼだって。大きめのハゼでした。楽しみだ。おいしい。あ、めっちゃ美味しいです。これすごく身質がきめ細かい。やっぱハゼはね、揚げ物にとっても向いてる魚ですね。よし、もうそしたらこの勢いでうなぎもいっちゃいます。なかなかこんな贅沢できないですからね。一口でいけるかな。うますぎる。しっかり焼いてから穴子と一緒にお醤油で煮たんですけれども、すごい柔らかくなってる。焼いただけよりも断然食べやすいですね。それでも決して身がべしょっとなるわけじゃ全然なくて、めっちゃうまい。これは美味しい。どれも美味しいけど、やっぱりうなぎ優勝ですね。お吸い物いこうかな。肝もありますよ。うな肝。焼いてからお出汁取る時に一緒に煮てるので臭みなし。美味しい。そしたらナスとピーマンの豚味噌炒め。間違いないですね、これは。夏が来たって感じ。すぐビール。美味しい。いやー、最高ですね。ちょっとわさびをつけて。
ごちそうさまでした。今回は今までやったことのない新規ポイントでのうなぎ釣りをお届けしました。過去に私が見たこともないような大きなうなぎを狙っていたんですが、なかなか狙って釣るとなると難しいですね。それでも初めての場所でうなぎやアナゴが釣れてくれたので、とっても嬉しかったです。今年はね、梅雨入りが2週間くらい例年より遅かったので、うなぎのシーズンインも遅れてしまいましたが、今後まだまだ私の大うなぎへの挑戦は続きます。引き続き川や用水路に出かけたいなと思っています。ちぬこチャンネルではチャンネル登録者50万人を目指しています。うなぎ釣りやってみたいなとか、それから今日の料理美味しそうだったなと思った方はぜひ高評価ボタンと、そして何でもいいのでコメントをいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。はいパンチ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 